心身ともに不安定な中で作曲されたのです。感情が運命に抵抗しているみたい。どちらが勝利したのでしょうか。体育会系な曲です。こんにちは、投稿主のヨウムです。今回は、チャイコフスキーの交響曲第4番を解説します。これが第4番。焼き付くような始まりね。この曲の特徴は、避けがたい運命を表現していることです。いわば、感情と運命の戦いを描いた曲なのです。運命との戦い。だからこんなにシリアスなのね。今回の目次はこんな感じです。よければ最後までご覧ください。それでは参りましょう。はじめに、チャイコフスキーの人物像を紹介しましょう。チャイコフスキーは1840年から93年に活躍しました。ロマン派の最盛期。オーケストラ曲はもちろん、オペラやバレエなど様々な名作を生み出しました。だからこんなにも有名な作曲家なのね。性格は、内向的。ただし、いきなり劇場的になることもあったそうです。彼自身様々なコンプレックスの持ち主だと、自覚していたそうです。複雑な感情を持っていたのね。そんな彼の作風は、がっしりした構築と叙情的なメロディーによる、ドラマチックな音楽です。確かに豪華なイメージがあるわね。音楽院では西洋の理論を中心に学びました。一方、出身地のロシア民謡なども取り入れているのです。心に訴えるようなメランコリックな旋律もまた魅力ですね。では、交響曲第4番の背景をお話ししましょう。確か、運命との戦いがバックテーマだと言っていたわね。その通りです。この年、1877年は、彼の運命を変えたほどの劇的な年でした。ここでは一番大きな出来事、結婚について紹介します。彼は1877年に結婚を決意しました。結婚って、めでたいんじゃないの？実は、チャイコフスキーは自ら望んだわけではなく、そうしなければならないから、という義務感で結婚したのです。え？チャイコフスキーの家族に宛てた手紙を見てみましょう。私は状況がそれを要求するがゆえに、避けがたい運命によって結婚するのだ。また、彼の弟はこのように語っています。家庭生活から生まれる歓喜や苦悩は、彼自身の道徳的な苦しみから救われる手段でもあった。この道徳的な苦しみとは世間体とも取れるし、彼の性的マイノリティによる悩みとも取れます。彼は LGBT だったのね。彼はこうしてアントニーナという女性と結婚しました。しかし、この結婚は悲劇を生みました。チャイコフスキーは穏やかな家庭を望んだ一方で、アントニーナは式状況とも言われる性格だったのです。うわぁ、めちゃくちゃ相性悪そう。さらに彼女の家族も人間関係が悪く、夫婦で実家を訪ねた時は罵り合いが絶えなかったそうです。チャイコフスキーは発狂寸前になり、結婚3ヶ月目には入水自殺まで試みました。そして彼はアントニーナの元を逃げ出したのです。これ以降、彼が結婚をすることはありませんでした。悲劇の結婚ね。客観的に彼にも悪い面があったとは思いますが、ともかく彼は精神的に大ダメージを負ったのです。第4番はこのような心身ともに不安定な中で作曲されたのです。人生最大の苦難とも言えそうね。なお、この年は結婚以外にも様々な出来事がありました。例えば、ロシア・トルコ戦争。簡単に言うと、社会思想の違いで起きた戦争です。彼は多数の人命の犠牲を災いとして恐れ、親しい友人に悲観的な心情の手紙を送りました。彼の心境の参考になりそうね。また、悲劇だけではなく、フォンメック夫人という最大のパトロンとの出会いもありました。これは彼にとってとても幸せな出来事でした。彼らは結婚こそしませんでしたが、10年以上にわたる文通でお互いを支え合いました。精神的にも経済的にも助けとなったのね。ポイントをまとめると、この通りです。この年に訪れた様々な出会いと悲劇が、運命という概念を生み出し劇的な曲調につながったのです。なるほど。彼自身の人生もドラマチックだったのね。運命、我々の幸福への追求を阻むあの不吉な力。運命の前に虚しく嘆き、悲しむほかありません。冒頭から運命のモチーフが威嚇するように放たれます。このモチーフはベートーベンの運命を参考にしたとも言われます。凄まじい幕開けね。
避けがたい苦難を表しているようですね。このモチーフが終わると、第一主題が現れます。絶望は激しくなります。統治して夢に浸るのが良いでしょう。すごく悲しい旋律ね。実は、ワルツの動きで、と書いてありますが、もはや、沈鬱な感情の揺れを表すかのようです。途中には、現実逃避のような状況も訪れます。しかし、曲を追うと、このワルツが激しくなります。このように、感情の悲鳴のような激しさ。運命が甘い夢から叩き起こすかのようなシーン。さらにコーダでは、うわ、まるで運命に抵抗しているみたい。激しく叩き起こす運命と熱烈に抗議する感情。どちらが勝利したのでしょうか。もう存在しないもの、過ぎ去ったものを思い出す様。過去に浸ることは悲しく、ある意味甘くもあります。まるで運命との戦いに疲れてしまったようね。この楽章の特徴はロシア民謡を引用していることです。とても叙情的でメランコリックでさえあります。中間部では昔を思い返すように明るい場面もありますが、すぐにしぼみ、最後は消え入るように終わります。この楽章は一定の感情を表現していません。少しばかり酒を飲んで、酩酊した時に頭に浮かぶような、取り留めのない現象です。これピチカート？はい、なんと弦楽器すべての音がピチカートです。楽器への新たな可能性に挑戦したと言えるでしょう。ロマン派の自由さがなせる技ね。チャイコフスキーが語った通り、まるで夢を行き来するような不思議な曲調です。ただし、最後の方はだんだんと現実に戻るかのようです。なお、3、4楽章はアタッカなこともあります。間を挟まないのね。あ、ちなみに音量に注意してくださいね。歓喜の爆発の楽章です。爆発なら早く言え。このびっくり感もまた醍醐味ですからね。民謡の旋律も交えつつ、祭りのように進みます。我を忘れそうな熱気ね。しかし、時折不安とも言える感情が現れ、後半では、運命のモチーフが再び響きます。運命からは逃れられないのかしら。ですが、その運命の力を払いのけるかのように、歓喜の感情が再び現れ、ついには運命に勝利するのです。あなた自身が喜びの感情を見つけられないなら、他の人々をご覧なさい。民衆の中に入りなさい。この楽章は、民衆の祭りの絵です。しかし、やっと我を忘れられそうになっても、運命はたびたび現れ、力を見せつけてくるでしょう。でも、他人はあなたの絶望なんて気づくことはできないのです。それでもあなたは悲哀に沈むのですか？人々の幸福を喜びなさい。そうすれば生きれるでしょう。ヨウム、この曲は演奏者としてはどうなの？一言で言うと、マジで体育会系です。体育会系。これはもう、譜面を見ればわかります。真っ黒。実際弾くとめちゃくちゃ汗かくし、疲れます。ここなんてもうすごいですよね。ファソラシだらけ。ちなみに、この8って何？これは1オクターブ上で弾けという意味です。つまり、こういうことです。高なので、技術難度も当然高いです。人気とは裏腹に難しいのね。ただし、技術的には難しいものの、表現に関しては割とやりやすいです。そうなの？表題性が強くてイメージが湧きやすいこと。また、民謡が多くて歌いやすいことが理由です。編成も意外と王道ですね。楽器がごちゃごちゃしていなくてわかりやすいです。弾けさえすれば意外ととっつきやすいのね。この曲は上手な学生オケだとよく取り上げられますね。部活動でのチャイコはとても熱い思い出になると思います。まさに青春になりそう。というわけでエンディングです。ドラマチックな名曲だったわ。あと、思ったより人間味あふれる曲だったのね。はい、彼の人生観が凝縮したような曲です。機会があれば、その情熱の強さをぜひ味わってください。それでは解説はここまでとします。別の動画を作った時は、また見ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴、ありがとうございました。